皆様こんにちは、セリナです。今回は2025年1月1日発売、ディオールスプリングコレクション2025より、ディオール小三角ルールスプリングコレクション2025限定品623ピーチマニア、812ピンクマニア、ディオールスキンフォーエバークチュールルミナイザースプリングコレクション2025限定品003ライラックマニア、ディオールスキンフォーエバーグローマキシマイザースプリングコレクション2025限定品10ライラックを購入したのでレビューしていきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デバコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。今回の動画ではディオールの春コスメをレビューしていきますので、このコスメはどのパーソナルカラータイプにおすすめなのか知りたいという方や、購入を検討しているけれど実物を試せなくて迷っているという方に少しでも参考になれば嬉しいです。もちろんご自身のパーソナルカラーがわからないという方にも参考にしていただけるように、明るさが得意、暗さが得意、鮮やかさが得意、くすみが得意など自分の得意な特徴に当てはめてコスメを選びやすいように解説していきますので、少しでもコスメ選びのお役に立ったら嬉しいです。またこちらのコレクションで同時に発売された限定マキシマイザー全色とリニューアルをしたアディクトリップグローの限定色全色は前回の動画でパーソナルカラーを交えてご紹介しているのと、限定アイシャドウを使ってなりたいイメージに合わせたり、どのパーソナルカラータイプの方にも似合わせやすいこのパレットを使いこなすメイクパターンについては次回の動画でご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録してチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。ディオールスプリングコレクション2025グローマニア、新ディオールアディクトリップグローの輝きからインスピレーションを得て、春の美しい色彩を再解釈したパステルカラーのきらめきあふれるメイクアップコレクション。ディオール小三角ルールスプリングコレクション2025限定品623ピーチマニア、812ピンクマニア。ディオールメイクアップを象徴するアイパレットから春の新しいシェードが織りなす2つのハーモニーが数量限定で登場。可憐で柔らかなピンク、透明感のあるブルー、フレッシュなピーチや爽やかなミントグリーン、春の光を思わせるパステルカラーの輝きをまとったディオールロゴマニア限定デザインのアイシャドウ。623ピーチマニアはきらめくアイボリーやフレッシュなコーラルトーンに透明感のあるパステルブルーがアクセントになるピーチハーモニー。812ピンクマニアはパステルピンクとゴールドのきらめきを帯びたミントグリーン、サテンのトープがセットされた春らしいピンクハーモニー。ディオールスキンフォーエバークチュールルミナイザースプリングコレクション2025限定品003ライラックマニア。ディオールスキンフォーエバークチュールルミナイザーが春の限定色で登場。繊細なパールピグメントがまばゆい輝きを肌にプラス。ディオールロゴマニアが刻印された肌の自然なツヤと明るさを高めるフェイスパウダーです。003ライラックマニアは透明感と儚げな印象を叶えます。ディオールスキンフォーエバーグローマキシマイザースプリングコレクション2025限定品10ライラック。ツヤと透明感、立体感も思いのままに、みずみずしい輝きが肌に溶け込み、一日中光を味方につけて肌も顔立ちも美しく、光の雫を閉じ込めたようなリキッドハイライター。10番のライラックはシルバーのグリッターが輝くライラック。まずはパウダータイプのハイライト、フォーエバークチュールルミナイザーの003ライラックマニアとリキッドタイプのハイライト、グローマキシマイザーの10番ライラックを比較しながらご紹介していきます。それぞれをパーソナルカラーに分けると、ディオールスキンフォーエバークチュールルミナイザー003ライラックマニアはブルベ夏におすすめ。
少しくすみ感のある明るいライラックのベースに、シルバー、ブルーの微細なラメとパールが艶めきます。青み、明るさ、くすみ感が得意な方におすすめです。ブルベナッツタイプ全般に使いやすいカラーです。ディオールスキンフォーエバーグローマキシマイザー10番ライラックは、ブルベ夏、ブルベ冬におすすめ。こちらも少しくすみ感のある明るいライラックのベースに、大粒のシルバーラメとピンクのラメが贅沢に輝きます。大粒ラメの華やかさやコントラストが得意な方におすすめです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ブライトサマー、クールサマー、クリアウィンター、ビビッドウィンターにおすすめ。それではそれぞれを片方ずつに塗ってカラーや質感の違いを比較していきます。まずはこちら側半分にパウダータイプのハイライト、フォーエバークチュールルミナイザーを塗っていきます。こちらにはブラシやパフなどはセットになっていないので、メイクアップフォーエバーのハイライトブラシを使って塗っていきたいと思います。目の下からこめかみに向かって C ゾーンに広範囲に塗っていきます。一塗りでもこんな感じで、自然にライラックのカラーが肌に塗る感じがわかりますが、パールやラメはとても微細なので、キラキラしすぎずにすごく使いやすい印象です。まずはこちら側半分にクチュールルミナイザーの限定色を塗ってみました。肌の上に乗せてもパールやラメが主張しすぎなくてすごく使いやすいなと思いましたが、顔を動かすと角度によって磨いたような自然なツヤが出てくれるところがすごく綺麗です。近くで見てもこんな感じで、パールはとても微細なので毛穴が悪目立ちする感じはしませんが、自然に光を反射して立体的に艶めいてくれます。カラー自体は結構青みがしっかり効いているライラックなので、しっかり透明感を出してくれていますが、絶妙にくすみが効いている効果で、肌から浮くことなく、しっかり透明感は引き出してくれるけれど、馴染んでくれるという、すごく計算されているカラーだなと思います。透明感カラーを使いたいけれど、肌から浮くのが気になるという方にも安心して使いやすいんじゃないかなと思いました。では反対側にはリキッドタイプのグローマキシマイザーを塗っていきます。一度手の甲に出して、指に取ったものをトントンと優しくタップするようにのせていきたいと思います。やはりこちらは手元で見た時もしっかり大粒のラメのきらめきを楽しめましたが、肌の上にのせてもこんな感じでシルバーの大粒ラメで一気に華やかな印象に仕上げてくれますね。こちら側にはグローマキシマイザーを塗ってみました。グローマキシマイザーは肌の上でもシルバーとピンクの大粒ラメがしっかり見えて、リキッドのつるんとしたツヤのベースに大粒ラメの華やかさも同時に楽しめました。近くで見てもこんな感じで、しっかりラメのカラーまでわかるような大粒ラメがそのまま肌に乗ってくれます。クチュールルミナイザーとグローマキシマイザー、比較をするとこんな感じの違いで、それぞれベースのカラーはくすみニュアンスがキーになっている落ち着いたライラックカラーですが、クチュールルミナイザーは肌に自然に溶け込んで主張しすぎないツヤ感なのに、角度によって光を反射したようなつるんとしたナチュラルなツヤ感が楽しめるのに対して、グローマキシマイザーは距離があってもしっかり大粒のラメを楽しめて、透明感を引き出して華やかな印象に仕上げたい時におすすめです。それぞれ限定色らしい絶妙なカラーニュアンスがとても綺麗です。続いて、ディオールショーサンククルールの623ピーチマニアをご紹介していきます。パレット1色ずつをパーソナルカラーに分けると、左上はイエベ春、ブルベ夏におすすめ。黄みにも青みにも寄りすぎないマコルメピンクのマットカラー。イエローベース、ブルーベース問わず、明るく華やかな色が得意な方におすすめです。16タイプに分けると、ブライトスプリング、ブライトサマーに特におすすめ。続いて右上はブルベ夏におすすめ。明るいブルーのベースに微細なシルバーラメがぎっしり詰まったカラー。青みがあり、明るいカラーが得意な方におすすめです。16タイプに分けると、ライトサマー、ブライトサマー、クールサマーに特におすすめです。続いて中央はイエベ春、ブルベ冬におすすめ。
明るいシャンパンゴールドのラメがぎっしり詰まった華やかなカラー。黄みにも青みにも寄りすぎていないので、イエローベース、ブルーベース問わず、ラメの華やかさやクリアなカラーが得意な方におすすめ。16タイプに分けると、ブライトスプリング、クリアウィンターに特におすすめです。続いて左下は、イエベ春におすすめ。明るい黄みピンクのベースに、ゴールドの微細なパールとラメが輝きます。明るくはっきりとした色が得意な方におすすめ。16タイプに分けると、ブライトスプリング、ウォームスプリングに特におすすめです。最後、右下はイエベ秋におすすめ。ソフトマットなくすみロースカラー。深み、くすみが得意な方におすすめです。16タイプに分けると、ミューティッドオータム、ストロングオータムに特におすすめです。それでは、パレット1色ずつをまぶたの上に単色塗りして、実際のカラーや質感をご紹介していきます。1色目、左上のカラーです。こちらは明るいピンクのカラーですが、発色がしっかりしているので、単色塗りでも楽しめます。左上のカラー、単色塗りだとこんな感じでした。1色目からかなり高発色なタイプで、パレット見たままのカラーをそのまままぶたでも楽しめる、ふんわりとしたマットタイプでした。粉質は軽くてさらりとしているので、指でも調整がしやすいです。ふんわりしたマット質感なところがより春らしいイメージを引き立ててくれて可愛いですね。続いて右上のカラー。こちらもカラー自体は淡いですが、ベースの色も意外としっかり発色してくれるので、見たままのカラーを楽しめますね。右上のカラー、単色塗りだとこんな感じでした。こちらも淡く柔らかいブルーのカラーがベースになっていますが、発色自体はしっかりしているので、パレット見たままのカラーをそのまま楽しむことができます。淡いニュアンスのまま発色もしっかり楽しめるところがさすがディオールの粉質だなと思います。ふんわりしたマットベースにシルバーの微細ラメが角度によって輝きます。1色目と2色目、それぞれ着てみるとこんな感じです。続いて中央のカラー。こちらも軽くてさらりとしている粉質ですが、ラメがたっぷりまぶたの上で輝いて、濡れツヤ感を演出してくれます。はい、中央のカラー、単色塗りだとこんな感じでした。上の2色と同様、軽くてさらりとしている粉質ですが、上品なラメがぎっしりと詰まっているので、濡れツヤ感のある目元を演出してくれます。まぶたの上に乗せてもラメのカラーは黄みにも青みにも寄りすぎていないので、イエローベース、ブルーベース問わずに使えるアクセントカラーになるんじゃないかなと思います。続いて左下のカラー。こちらは一見マットの質感に感じますが、よく見ると微細なパールの艶引きが入っています。こちらもかなり高発色ですね。左下のカラー、単色塗りだとこんな感じでした。一見左上のカラーと少し似ている感じがしますが、こちらの方がより黄みが強いピンクカラーなのと、角度によってゴールドの微細なパールとラメの輝きで自然なツヤを感じられるのが特徴です。華やかなピンクカラーが春らしいムードを一気に高めてくれてとても可愛いですね。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。最後、右下のカラーです。こちらもかなり高発色なタイプですね。ふんわりとした柔らかいソフトマット質感なので、締め色にももちろんですが、単色なりのメインカラーとしても可愛く使えそうです。右下のカラー、単色塗りだとこんな感じでした。高発色なマットタイプです。締め色としてももちろんですが、ミディアムカラーやメインカラーとしても活躍してくれそうです。ほんのりくすみのニュアンスが効いているところがとてもおしゃれだなと思います。623のパレットは淡いカラーも発色がしっかりしているので、パレット見たままの色がそのまままぶたでも楽しめるところがすごくいいなと思いました。引きで見るとこんな感じです。では、ここからは623のピーチマニア全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず、左下のカラーを指に取って、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。今回のパレットは
明るく鮮やかなカラーがはっきり発色するところがポイントなので、まずは高発色なカラーを全体にのせていきます。こちらはしっかりカラーを楽しめますが、中に微細なパールとラメが入っている効果で、ベースとしても使いやすいです。続いて右下のカラーを指に取って、上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。続いて左上のカラーを付属のチップに取って、下まぶた全体にのせていきます。明るいカラーですが発色もしっかり楽しめるので、下まぶたにも使いやすいです。続いて右上のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心から広範囲にかけていきます。黄身寄りのピンクニュアンスの中にこのブルーのカラーが入っているのがこのパレットの最大の特徴ですよね。組み合わせると一気に透明感がアップします。最後に中央のカラーを指に取って黒目の中心に重ねていきます。ラメカラーを最後に重ねることでベースに作っている黄身系のピンクカラーとブルーをよりなじませやすくします。623のピーチマニア全色を使ってメイクするとこんな感じに仕上がりました。全体的に発色がしっかりしているパレットだったので、それぞれのカラーを活かせるようなメイクに仕上げてみました。ベースには黄身寄りのピンクカラーでしっかりグラデーションを作って、最後にアクセントとしてブルーとシャンパンゴールドのカラーを組み合わせて、温かみの中に透明感をプラスしています。ブルーのカラーはアクセントとして重ねると角度によって自然に光ってハイライトのような効果をプラスしてくれて可愛いです。リップはアディクトリップグローの限定色タンジェリンをベースに塗って、その上にマキシマイザーの限定色ピーチマニアを重ねています。切り見るとこんな感じです。続いてはディオールショーサンククルールの限定色812ピンクマニアをご紹介していきます。パレット1色ずつをパーソナルカラーに分けると、左上はブルベ夏におすすめ。明るく淡い青みピンクカラー。青み、明るさ、淡いカラーが得意な方におすすめです。16タイプに分けると、ライトサマー、クールサマーに特におすすめです。続いて右上は、ブルベ夏、イエベ春におすすめ。グリーンに近いブルーの微細パールに、ゴールドの大粒ラメがアクセントになっています。イエローベース、ブルーベース、どちらの要素も持つカラーです。イエローベース、ブルーベース問わず、明るく淡いカラーが得意な方におすすめ。16タイプに分けると、ライトサマー、ライトスプリング、ブライトサマー、ブライトスプリングに特におすすめです。続いて中央は、ブルベ冬、イエベ春におすすめ。シルバーのたっぷりラメの中に、角度によってゴールドの大粒ラメが輝きます。ラメの華やかさ、クリアなカラーが得意な方におすすめ。16タイプに分けると、クリアウィンター、ブライトサマーに特におすすめです。続いて左下は、ブルベ夏におすすめ。少しくすんだ明るいライラックカラーに、シルバーの微細ラメがたっぷり輝きます。青みがあり、明るくくすみニュアンスが得意な方、ブルベ夏の方全般におすすめです。最後、右下はブルベ冬におすすめ。鮮やかなベリーカラー。高発色なマットタイプなので、はっきりした鮮やかなカラーが得意な方におすすめです。16タイプに分けると、ビビッドウィンター、クリアウィンターに特におすすめです。では、パレット1色ずつをまぶたの上に乗せてみて、実際のカラーや質感をご紹介していきます。1色目、左上のカラーです。こちらは先ほどの623のパレットよりも発色がかなりナチュラルなのと、粉質がしっとりしていて柔らかいので、肌に溶け込むように馴染む感じがします。左目のカラー、暖色塗りだとこんな感じでした。肌に柔らかく溶け込む粉質と明るく淡いカラーのニュアンスが合わさって、自然に目元に明るさを与えてくれるようなベースカラーとして使えそうです。ミルキーなニュアンスがとても可愛いですね。続いて2色目、右上のカラー。こ
ちらもしっとりとしていて軽やかな粉質です。ミントグリーンカラーがそのまままぶたの上でも綺麗に発色しますね。右上のカラー、暖色塗りだとこんな感じでした。贅沢なパールと微細なラメの艶めきをしっかり楽しめるカラーです。まぶたの上にのせると、ベースのカラーはより青みがしっかり出るような印象で、その分ゴールドのラメがしっかり輝く感じがするので、やはりイエローベース、ブルーベース、どちらの要素も持ち合わせているカラーだなと思いました。こちらは柔らかいニュアンスですが、しっかり発色も楽しめます。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて中央のカラー。こちらも全体に微細なラメが乗った上に、さらに大粒ラメの輝きをプラスしてくれるような華やかなカラーです。はい、中央のカラー、暖色塗りだとこんな感じでした。ホワイトに近いシルバーの微細ラメがぎっしり詰まっているので、まぶた全体は少し白っぽいニュアンスに感じますが、角度によってゴールドの大粒ラメも輝いてくれます。ラメの華やかさがとても可愛いです。続いて左下のカラー。こちらも全体に微細なパールとラメが輝いて、少しメタリックっぽい印象も感じられます。812のパレットは全体的にツヤやラメを感じるカラーが多いですね。はい、左下のカラー、暖色塗りだとこんな感じでした。少しくすんだライラックカラーが落ち着いたニュアンスを出してくれますが、シルバーの微細ラメがぎっしり詰まっているところがとてもおしゃれです。透明感抜群の目元に仕上げてくれますね。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。最後、右下のカラーです。こちらは比較的柔らかいニュアンスのカラーが揃っていた今回のパレットの中では一番発色がしっかりしていて、程よい深みも感じられます。このカラーをポイントに使うと一気に目元が引き締まりそうですね。はい、右下のカラー、暖色塗りだとこんな感じでした。こちらはかなり高発色なマット質感でした。鮮やかなベリーカラーがこのパレットの儚げなニュアンスを引き締めてくれそうです。5色目、引きで見るとこんな感じです。それでは812のピンクマニア、全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず左下のカラーを指に取って、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。今回はこちらのパレットの儚げなニュアンスやパールやラメの微細なラメをしっかりと出したメイクに仕上げていくので、まずはベースにこのカラーを仕込んでおきます。続いて右下のカラーを指に取って、上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。このパレットの中で一番高発色のカラーを締め色に使って目元をしっかり引き締めておきます。続いて左上のカラーを付属のチップに取って下まぶた全体にのせておきます。続いて右上のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心から少し広めの範囲にかけていきます。グラデーションの上にアクセントとして重ねるとハイライトのような明るさを出してくれる役割として活躍してくれます。最後に中央のカラーを指に取って黒目の中心に重ねてグリーンのラメをよりなじませやすくしていきます。812のピンクマニア全色を使ったメイクが完成しました。こちらのパレットは微細なパールやラメの艶めきがとても綺麗だったので、それぞれのラメカラーがしっかり際立つようにメイクしてみました。目尻側に入れた高発色のマットカラーがこのパレットの柔らかく可愛らしい雰囲気を壊さずに程よく目元を引き締めてくれています。ライラックをベースに使って上からミントグリーンを重ねていますが、どちらにもパールやラメがしっかり効いているので、この2色を組み合わせても喧嘩しないところがすごく絶妙です。リップはマキシマイザーの限定色ピンクマニアを単色で組み合わせています。着てみるとこんな感じです。
はい、ではこんな感じで1月1日発売、ディオールの2025スプリングコレクションをご紹介していきました。今回のコレクションは全体的に明るく鮮やかな春カラーとくすみのニュアンスが効いた今っぽい春カラーのバランスがとても絶妙だなと感じました。今回ご紹介したアイテムは全て数量限定品となりますので、気になった方はぜひお早めにチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。